こんにちは。今回は私たちが体験している現実創造のメカニズムをご紹介します。私たちが日常の中で現実を体験し、行動を起こし、それを自分の人生の物語として認識する。この人間の認知と現実創造のリアルな仕組みがわかると、現実を思い通りに動かしていくためのとてもシンプルな攻略法が見えてきます。私たちが自分で考えて決断して行動していると思っている日常の裏側では、実は毎瞬ある3つのステップが全自動かつ超高速で回っているのです。この時間は情報収集というより感覚を感じる時間として意識を胸の中心に向けながらゆったりとお聞きください。私たちが現実と呼んでいるものは、この3つのステップを通じて自分がどう体験したかの集大成です。まずその3つのステップの全体像を見てみましょう。ステップ1、全自動の提案。右脳や左脳の自動プログラムが A にしよういや B にしようと、過去の記憶や体の欲求から選択肢を自動的に湧き上がらせます。ステップ2、意識の焦点、ピント操作。ここだけが私たちの自由です。あなたの意識のピントが湧き上がってきたアイデアのうちどれに焦点を合わせるのかを決めます。ステップ3、後付けの決定、ストーリー化。ピントを合わせた行動が実行され、脳が後からよし、自分で選んでこれをやったぞというストーリーを完成させます。それではこの3つのステップを一つずつ詳しく紐解いていきましょう。私たちの脳は過去のデータや体のセンサーを使って毎瞬、今ここにある現実をどう捉えるか、次に何をするのかという選択肢のメニュー表を全自動で作っています。例えば、右脳からは、お腹が空いたからジャンクフードが食べたいなとか、疲れたから動きたくないなといった本能や体の感覚、感情ベースの提案が上がってきます。一方で左脳からは、過去にこれで失敗したからやめるべきだよとか、あっちの方が損をしないよといった記憶や理論、不安ベースの提案が上がってきます。これは心臓が勝手に鼓動を打つのと同じレベルの全自動システムです。そのため、湧き上がってきた瞬間に湧き上がらせないようにするということは不可能です。例えば目の前に仕事の山があるとき、脳内では、うわぁ、最悪、また残業か、という不快な提案と、定時までにこれを片付けたらあの美味しいビールを飲もうという心地よい提案。この二つが同時に全自動で湧き上がってきます。この時点ではまだどちらも確定した現実ではありません。ここが最も重要です。私たちが人生で唯一コントロールできる自由の領域がこのステップ2です。映画館のプロジェクターをイメージしてみてください。スクリーンに映し出される映像は、レンズをどこにスライドさせて、どこにピントを合わせたかによって180度変わります。あなたが最悪な残業という提案 A にピントを合わせて、そこに意識を向け続けると、あなたの意識はその不快な現実を採用し確定させます。反対にあなたが終わった後の美味しいビールという提案 B にピントを合わせると、あなたの意識はそちらを私の現実として採用します。そして実はこのピント操作は今この瞬間の選択であると同時に、実はあなたが普段どこに意識を向けがちかという日頃の習慣に大きく左右されています。脳には何度もピントを合わせたものを自動的にお気に入りに登録するという性質があります。
もしあなたが普段から不満や不安ばかりにピントを合わせていると、プロジェクターのレンズはそこに固定され、脳は全自動で不快なメニューばかりを出し続けるようになります。逆に日頃から心地よさや今ある恵みにピントを合わせる癖がついていると、プロジェクターの初期設定が安心モードに書き換わります。すると特に意識していなくても毎春、心地のいい提案ばかりが自動的に湧き上がるようになるのです。現実を変えるとは、今この瞬間に選ぶピントの方向を整え、プロジェクターの普段の初期設定を心地よいものへアップデートしていくこと。これこそが現実を全自動で黄金化する現実創造の真実です。ピントが合ったメニューに向けて体は全自動で動き出します。そして行動が起こった直後に左脳が、よし、私がこれを決めて私の意思でやったぞというストーリーをさも自分が決めたかのように後から被せるのです。このストーリーがあなたの新しい過去の記憶として脳に保存されます。そしてその保存された記憶が翌日のステップ1の全自動の提案を作る新しい材料になっていきます。この3つのステップを理解すると、現実を思い通りに動かしていくためのシンプルなロードマップが見えてきます。ステップ1の自動提案を無理に変えようとしない。ネガティブな考えが浮かんだ時に、こんなこと考えちゃダメだと抑え込もうとするのは無駄です。それは脳の勝手な排気ガスのようなものですから、ただ気づいておくだけにしておきます。ステップ2のピント操作だけに集中する。ネガティブな提案が浮かんだら、それは不採用とスルーして、体の感覚にスッとピントを合わせ直します。ステップ3の好循環のループを回す。身体感覚に意識のピントを合わせると感情が穏やかになり、心地のいい行動が全自動で起こり、脳が自動的にさらに心地よくなるような素晴らしい提案ばかりを湧き上がらせるようになります。この3ステップこそが引き寄せの法則や意識の現実化を最も具体的かつ科学的に説明したマスターキーなのです。ここまでの話を聞くと、そもそもステップ1の自動提案が最初から全部いいものだったら勝手に素晴らしい現実になるのにと感じる方もいらっしゃるでしょう。実は湧き上がる選択肢はある条件によって180度変わります。日々心地いい感情で過ごしていると、湧き上がる選択肢は劇的に優しく美しく変化します。逆に不満やネガティブな不快な感情で固定されていると、脳は全自動でネガティブな選択肢ばかりを提案し続けるようになります。ここで重要なのは、感情はあなたの意識のピントと完全に連動しているということです。あなたが意識を身体感覚に向けていると、脳と体は今ここは安全だと認識し、自然と心地いい感情になります。すると湧き上がる全自動提案も、あなたをさらに心地よくさせる素晴らしいものに変わっていきます。反対に意識を頭の中のおしゃべりな思考に向けていると、脳は問題や危険を探さなければと緊張し、ネガティブな感情が生まれます。結果として湧き上がる提案も不安や防衛ベースのネガティブなものばかりになってしまうのです。そしてもう一つ疑問が浮かびます。ステップ3で行動した後に脳が自分で選んだというストーリーを後付けしているとお話ししました。でも決断を自分でしていない、すべて全自動で決まるのだとしたら、なぜ私たちはどれにしようと悩んだり迷ったりするのでしょうか。そしてなぜ行動した方がいいと分かっているのに動けない時があるのでしょうか。ここがまさに認知科学や脳科学が解き明かす最大のどんでん返しです。
結論からお伝えすると、私たちが頭の中でよし決めたと決断しているというのは、すべて後から脳が作った錯覚です。決断とは頭でするものではなく、ピントを合わせた結果として体から全自動で決まって動いてしまうものなのです。それなのになぜ悩んで決められないのか、なぜやりたいのに動けないのか。それは脳の中でこんな激しい綱引きが起きているからです。体のセンサーである右脳が、あっちが楽しそう、今は疲れ気味だから休みたい。それに対し思考の検閲官である左脳が、失敗したらどうする？将来のために嫌でもこれをやるべきだ。何々した方がいいのに動けないというとき、私たちは自分の意志が弱いと思いがちです。しかし本当は、体である感覚が拒否していることを、思考が義務や不安で無理やりやらせようとして、アクセルとブレーキを同時に踏み込んでいるだけなんです。これこそが脳のシステムが完全にフリーズしてしまった葛藤という状態であり、私たちが最もエネルギーを消耗する疲れる状態の正体です。それでは最後に、このチャンネルで常にお伝えしているネドジュンさんの自動思考を止める、意識を身体感覚に向けるというメソッドを行うと、この現実創造システムはどのようになるのでしょうか。頭の中のおしゃべりがシーンと静まり返り、意識のピントが今ここの身体感覚にしっかりと向いているとき、あなたの脳内の全自動選択システムは、これまでの人生で体験したことがないような劇的なパラダイムシフトが起こります。選択肢が過去のデータから作られた防衛策から、生命そのものから湧き上がるインスピレーション、直感へと進化するのです。具体的にどのような3つの変化が起こるのか見ていきましょう。思考が活発な時は A にしようか、でもそうすると B のデメリットが、じゃあ C はと大量の選択肢がぐるぐると湧き上がり、脳のエネルギーを消費して疲弊してしまいます。しかし意識が今ここの身体感覚に向いていると、自動思考という雑音が消え、全自動の選択肢は驚くほどシンプルになります。A か B かと悩む余地がなくなり、今これやろうと、シンプルな一つの衝動だけがスッと静かに湧き上がります。選択肢が多すぎて迷うという状態から、迷いなくただ体が動くという極めてクリアな状態へと変わるのです。自動思考がうるさい時の選択肢は、そのほとんどが失敗を避けるためといった不安ベースの消極的なものです。しかし、意識や体にしっかりと置かれていると、脳は、今ここは 100% 安全であると深く理解します。すると生存脅威モードがオフになり、全自動システムは、あなたの純粋な喜びや生命力を拡大するためのクリエイティブな選択肢を差し出すようになります。思考が優位な時は、これをやっておかないと後で困るからやっておこうという重いエネルギーであり、対して身体感覚が優位な時は、なんとなくあそこに行きたいな、今これ作りたいなという軽いエネルギーなのです。この時湧き上がる選択肢には一切の義務感や焦りがなく、内側からじわーっとエネルギーが湧いてくるような感覚を伴います。これがいわゆる直感の正体です。意識や身体感覚にピントを合わせていると、あなたは今この瞬間の現実と完璧に調和した状態、すなわちフロー状態に入ります。
この状態で湧き上がる全自動の選択肢に従って体を動かしていると、不思議なほど物事がスムーズに回り始めます。たまたま入ったお店で探していたものがピンポイントで見つかったり、必要な人や情報が向こうからベストなタイミングでやってきたり、無駄なエネルギーを一切使わず最短ルートで物事が解決していく。これはあなたの左脳の計算を超えた右脳や潜在意識という名の超高性能コンピューターが全体の調和にとって最も完璧な選択肢を全自動で弾き出し、あなたを行動させているからです。自動思考が静まり、意識が体にしっかりと根付いているとき、あなたはもはや次どうしようと頭を抱えて人生のハンドルに必死にしがみつく必要はなくなります。体の心地よさにピントを合わせて、ただリラックスして過ごしているだけで、あなたの体は次に行くべき場所、今食べるべきもの、今かけるべき言葉を最も完璧なタイミングで全自動であなたに行動させてくれるようになります。それこそがネドジュンさんの言う人生のハンドルを握っているのは大きな無意識、つまり本体さんと気づく瞬間なのです。いかがでしたか？選択も行動も全自動で行えている。うまくいかなくても失敗してもご自分を責める必要はないんですね。なんとかうまくしようと力んでも仕方がなかったんですね。私たちができる唯一のことは、心地の良い感情でいること。そのために意識の焦点を体に向けていると、自然と最も美しい現実が回り始めるのかもしれません。